さて、酒というものはのんべいに言わせれば結構な代物のようですが、あまりたくさん飲むと毒にもなります。程よく飲んでいただくのがよろしいのですが、その程というところがとんとわからず、ついつい飲みすぎてしまい、本人は自業自得としても妻子はいい迷惑でございましょう。ちょっとあんた、起きてよ。あと5分。まだ真っ暗じゃない？今日から酒をやめてちゃんと働くって約束だったでしょ。貸しに仕入れに行くんだから暗いうちから起きないと。ほらほら、起きて、顔洗って。へいへい、芝の貸しに行ってみたものの。誰もいねえし、あいつ、時間間違えたな。はあ、仕方ない、浜を散歩でもするか。足元に何かが。おい、お前。時間間違えていたからな。あら、金を聞き違えたかしら。それはごめんなさい。まあ、それはもういいや。それより、これよ。何それ、革の財布？浜に落ちてたんだ。中身は、なんと、5番。しかも、これ、何枚あるの？今から数えるところよ。集中タコかいな。集中タコかいな。数えきれない。ひえー。二人で数えると、50両あった。これ、どうするの？そりゃもらっちゃうに決まってるだろ。人様のものを盗んだでも、道に落ちてるのを猫ばばしたでもない。海に落ちてたんだから、誰のものでもないだろうに。つまり、拾った私のものってこと。いえいえ、遊んで暮らせるぞ。熊五郎は、早速友人を呼び寄せると視界を開いて、騒ぎ明かすと、酔いつぶれて寝てしまった。ちょっとあんた、起きてよ。二日酔いで頭が痛い。今日から酒をやめてちゃんと働くって約束だったでしょ。はあ、働く？バカ言わない、うちには50両もあるのに。お前も着物の1枚でも買ったらどうだ？はあ、何の話してんの？ 50 両なんて大金、生まれてから一度も見たこともないわ。この家にそんな金があるはずないでしょ。いやだって、私は昨日、芝の浜で、夢でも見てたんでしょ。夢？そんなバカな。慌てて飛び起きた熊五郎。家の中を隅々まで探すも50両はどこにもなかった。あれは夢だったのか。確かに、浜で50両拾ったなんて話、夢でしかありえんか。わかったらとっとと仕事に行ってよ。昨日の宴会の支払いがあるんだからね。宴会を開いたのは現実？お前さんが、やれめでたいめでたいと言うから、何かめでたいことがあったんだなぁとみんなお祭り騒ぎしていたけど、夢の話だったなんて、呆れるねー。50両はなく、宴会の支払いだけがあるなんて。さすがに懲りた。もう金輪際お酒はやめる。この日から熊五郎は酒をやめ仕事に粉骨砕身する。今日は一段と冷える。あんた、仕事に行くのかい？こんな日に魚なんて扱いたくないけど、行くしかないでしょ。私も内職頑張るから。お互い頑張ろう。もともと腕は良かった熊五郎。酒をやめて一年発起すると商売はうまくいき、3年後、表通りに店を構えることができるまでになった。妻と二人で必死に働いたので稼ぎに追いつく貧乏なしのことわざ通り、家計は、衣食住に困らないほどの余裕を手に入れることができた。お前さん、今年も一年、お疲れ様。お疲れ様。それにしても、あんたも3年前とは見違えるようになったね。よせよ、昔の話は。おっと、最後の仕事、帳簿の締めをしないと。今年も商売繁盛だったし、大晦日に銭勘定するのもいいもんだ。お前の内職の帳簿もよこしてくれ。その前に、見てほしいものがあるんだけど。なんだ、この金。50両くらいある。実はこの金は、3年前、あんたが芝の浜で拾ってきたものなの。あれは夢じゃ。金の横領は重罪で打ち首もあり得るから。私は怖くなって、50両を役所に拾い物として届けたの。でも結局、落とし主は現れず、晴れてあんたのものになったから今、持ってきたの。ごめん、ひどい妻だったよね。私はあんたに3年間も嘘をつき続けてきた。そのせいで、あんたはきつい仕事に耐える羽目に、誤って許されるなんて思ってないわ。殴るでも蹴るでも、気の済むようにしてほしい。確かにびっくりしたけど、怒ってなんかねえって、カカア大名人と、感謝したいくらい。今の余裕のある生活はお前のおかげだ。いや、私は何もしてないわ。店を大きくしたのも、金を拾ってきたのもあんた。私は、ただ嘘をついていただけ。もし、3年前のダメダメの私があぶく銭の50両なんて手にしていたら、あっという間に遊びに使って、もっと怠惰になってただろうよ。そして、50両を拾う前よりひどい状況になっていたかも。お前が金を隠してくれたから、腐った性根が治ったんだ。今なら大金を手にしても、身持ちを崩すことはない。50両を手に入れたのが今で本当に良かったと思う。これも全部、お前のおかげだ。お前さん。さあ、ごちそうを用意したよ。うまそう。いただきます。美味しい。あらごめん、お酒をついでなかったわ。酒もあるのか。ずっと飲んでなかったけど、今日くらいはいいでしょ。3年ぶりの酒はさぞうまいんだろうな。おっとと、ありがとう。ぐいっと。いや、やめておこう。
どうして？また、夢になるといけない。お後がよろしいようで。ある富豪の家で開かれたパーティーで、死刑と終身刑の話題になった。私は思うんだけどね。死刑と終身刑なら、終身刑の方が残酷だよ。ほう、なぜでしょう。だって死刑は、そりゃ死ぬのは怖いが、恐怖は一瞬だ。それに比べ終身刑は、一生涯の時間をかけて死刑にするようなものだからね。いやー、私は全く同意しかねますね。なぜだい？終身刑は寿命まで生きられるわけでしょう。子守投資で生活すればいいだけです。バカ言っちゃいけない。子守投資なんて、ただひたすら苦痛なだけの人生だろう。5年だって不可能だ。200万リーブルかけてもいい。ほう、面白いことをおっしゃる。私は5年と言わず15年、その生活を続けてみせますよ。それができたら200万リーブルをいただけますか？本気かね？それなら、使ってない離れの部屋を牢屋代わりにしようか。食事はこちらで用意する。本、楽器、酒、タバコも好きなだけ差し入れよう。しかしそれ以外のものはなしだ。君は他人との接触を禁じられ、部屋の小窓から番人とメモでやり取りする。君が手紙を出すことはできるが、新聞や手紙を受け取ることはできない。15年間、その部屋で生活し続けられれば私は君に200万リーブルを払う。しかし、期限までに一歩でも外に出たら賭けは私の勝ちで、君はそれまで過ごした時間を失う。この条件で不服はあるかな？この条件だと、私に有利すぎはしませんか？こっちのセリフだよ。私にとって200万リーブルなんてはした金なのだからね。では、賭けは成立ですね。こうして、奇妙な賭けが始まった。富豪は、条件の通りに幽閉部屋を用意し、1870年11月14日10時、青年の孤独な生活が始まった。1885年11月14日12時まで外に出なければ青年の勝ちとなる。続くわけがない。囚人たちが牢屋で過ごせるのは、強制されているからだ。自分の意思で出ていけるとなれば、強制された幽閉より何倍も辛い。せいぜい早めにギブアップして若い時間を無駄にしないことだね。彼に分別がなければ、3、4年も失ってから限界を迎えることになるだろう。最初の1年、部屋からは昼も夜もピアノの音が聞こえてきた。差し入れの要求は恋愛、ミステリー、コメディといった小説で、酒やタバコは要求されなかった。2年目には音楽は鳴りを沈め、要求される小説も古典ばかりになった。5年目にはまた音楽が聞こえ始め、酒を求めるようになった。本を読まないようになり、独り言や泣き声が聞こえるようになった。6年目の後半に入ると、語学、哲学、歴史の勉強が始まった。その後の4年間で差し入れた本は600冊にも上った。ある日、富豪に青年から手紙が届いた。親愛なる監視様。この文章をあなたに6カ国語で送ります。これを、その言語の話者に目を通していただき、一つも誤りがなければ、恐縮ですが、庭に銃声を轟かせてくれませんか？その銃声は私の努力が無駄でなかったことを告げてくれるでしょう。こうした書き出しから始まる手紙を受け取った富豪は、その願いに応じてやった。庭に2発の銃声が轟いた。10年目を過ぎると、ひたすら福音書ばかりを読みふけった。やがて宗教史と神学が福音書にとって変わった。幽閉生活の最後の2年は手当たり次第に乱読した。自然科学、シェイクスピア、科学、医学、哲学論文、神学論文。そして、15年の約束の期日がもう目の前に迫っていた。なんてことだ。明日には彼に賭けの報酬、200万リーブルを払わないといけない。そんなことをしたら私は破産だ。この15年、向こう水な投機や激しい気象が災いして、私の事業は不振となり、資産と負債のどちらが多いか、怖くて確認できないほどになった。明日、あいつは私から最後の財産をむしり取り、幸せな人生を歩み始めるのか？私は小じになってそれを眺めるのか？それどころか、奴が生温かい目で。この生活はあなたのおかげですし、どうか僕に援助させてください。嫌だ、惨めすぎる。富豪は、元富豪の老人は、囚人が死んでくれでもしないかと、興奮で震えながら、小窓を覗いた。彼は机の前に座って寝ていた。伸びきった髪と髭、体は骸骨のように痩せ細っている。顔はやつれ果て、40になったばかりとは思えない。だが、それでも生きてはいた。なんてバカな賭けをしたんだ。こんなことで死刑と終身刑の優劣などつけられない。何の意味もないんだ。そうだ。こんな意味のない賭けで破産などすることはない。夜明けまでは、彼は私の手の中にいる。半死人のような状態で誰もあいつのことを知らない。殺してしまおう。老人は、部屋の鍵を持って密かに離れに向かった。寒い雨の日だった。誰も外にはいない。老人は、15年間、閉じられたままの扉を開け、部屋に入った。いない？机に書き置きが、あいつが書いたのか。なんと書かれているんだ？
明日になれば私は人々と交際する権利と自由を得ます。しかし、良心に照らしてはっきり申し上げるのは、私は、自由も、生活も、健康も、地上の幸福の全てを軽蔑しているということです。15年間、私は書物の中で、美酒に酔い、林に鹿やイノシシを追い、女性を愛していた。モンブランの後方から世界を見下ろし、海ではセイレーンの歌声を聞いた。神を疑うように囁く美しい悪魔の翼に触れた。奈落に身を投じ、奇跡を起こし、町を焼き、王国を治めた。何世紀にもわたる人類の知恵を得た私は全てを軽蔑するに至ったのです。この軽蔑を実地に示すために、かつて楽園のように憧れ、今や心の底から蔑んでいる。200万ルーブルを放棄するために期日の5時間前に小窓から立ち去ります。老人は、その手紙を持ち帰ると、耐火金庫の奥にしまって、錠を下ろした。かつて株でてひどい損をした時でさえ今ほど自分自身に軽蔑を感じたことはなかった。興奮と涙のためにいつまでも寝つかれなかった。今回は長期投資家が改めて読みたい名作を劇形式で解説してきたわ。落語芝浜では、大金を持つには人間としての成長も大事になるってことが学べたわね。チェーホフの賭けは、長年の幽閉生活の中で大金への情熱を見失った青年の話で、長期投資家が読むと、一味違った読後感があるんじゃないかな。さて、それじゃあ今回はこの辺で、ご視聴、ありがとうございました。